皆さん、こんにちは。小松です。宇佐田ペコラを作る第4話です。前回は、宇佐田建設のロゴ制作を行いました。引き続き、ペコラ台座の制作を進めていきます。CAD で、表側の切削データを作っていきますよ。マイクラの雰囲気を出すため、25×25 の格子模様をスケッチしていきます。せっかくのロゴが消えてしまうので、ロゴが見える範囲ではしの部分だけ除肉します。いろいろと考えて、最終この部分を削ることにしました。さすがに、深さを 25mm 取ってしまうと、うさぎロゴが削り取られてしまうので、深さは 15mm 程度に抑えています。このデータをもとに、CAM で CNC に流す切削データを作成します。切削シミュレーションがこちら。今回、深さがかなりあるのでまたエンドミルを買ってしまいました。設備を充実させていくと、小松の財布がどんどん痩せていくのはなんでなんですかね。そして、ちょいちょいエンドミルを折ってしまうので、使えるエンドミルの選択肢は少ないままなんだが、ちょっとツイッターでも言いましたが、先日 NC 旋盤をついに購入。ただいま本格稼働のために調整中なんですが、あれも沼ですね。調べれば調べるほど面白そうな周辺パーツが出てきて、毎日左クリックと格闘しています。何をさらそうもう少し調整したら、また動画で切削作業をお見せしたいと思います。主に、旋盤は、ミリタリーなどの部品製作に使う予定です。データができたので CNC で切削を行います。今回も削りカスがすごいことになりそうです。モーター周辺にほうきみたいなものを取り付けてカスが飛び散らないようにしたいんですが、純正品3万くらいなので厳しい。自作するしかないよね。とりあえず、既製品の使えるものを探してきて改造しようかなと思いつつ、今日も飛び散ったカスは掃除機でお掃除します。ちょっと一部失敗してしまって削っちゃいけないところを削っちゃったんですが、これから載せる予定のジオラマ部品で隠す予定なので、このまま進めます。なんだかんだと毎回ミスっている気がするんですが、ミスの改善よりもミスのリカバリーばっかり上手くなってきた気がしますね。逆に、その方が手が進むのでいいのかもしれません。私の小遣いをゴリゴリ削るのだけなんとかしてほしいのだけれど。CNC 切削、完了しました。砂で削ったところを埋めるため、削った端面は PP テープで目止めを行っていきます。この時に使うテープは、できるだけ厚い方が変形が少なくて良いと思います。私が使っているのは90ミクロンの PP テープですが、100ミクロンのものもあるようなので、今度買って試してみようと思います。砂の埋め込み作業ですが、さすがに、このくぼ地に砂をそのまま入れてボンド水で固定というわけにはいかなそうだったので、透明樹脂に砂を混ぜ込んでペースト状にした後、流し込むことにします。砂に樹脂を混ぜ込んでかき混ぜます。できるだけ砂マシマシ、樹脂少なめで作ります。ここにガラスパウダーを入れてやることで透明樹脂と混ぜてもくすんだ色にならないことが分かったので入れていきます。どう違うのかは、後ほど砂ブロックを作る際に説明しますね。透明樹脂、砂、ガラスパウダーを混ぜ合わせ、これくらいの混ぜ具合になったら、ちょうど良い感じです。作った砂ペーストを台座のくぼ地に入れていきます。
空気が入りすぎないよう、ヘラで押し付けながら砂を入れていきます。それでも、側面に多少気泡が出ていたので、割り箸の箸などで押して空気をできるだけ抜きます。途中はみ出した砂は綿棒で拭い取ります。最後に平面になるようにアクリルのキューブで入れた砂を押さえつけて整地完了。少しマイクラっぽくなってきましたかね。次は台座に乗せる砂ブロックを作っていきます。今回準備したのは 25×25 のアクリルキューブ。後でこれ自体も台座に使えるよう透明アクリルのブロックを購入しました。これを使ってシリコン型を作ります。まずは紙コップをハサミで半分くらいにカット。シリコンを流した後に浮いてこないよう両面テープをアクリルキューブに貼って固定します。ここにシリコンを流し込みます。流し込んだら硬化待ち。歪んでも嫌なので24時間ほど時間を置いておき、十分に硬化させておきました。硬化したら紙コップの枠を外し、シリコン型を取り出します。アクリルキューブを外せば即席ブロック型の出来上がり。硬化には時間がかかるので3つ同じ型を用意しました。ここに先ほどの台座同様、透明樹脂と砂を混ぜて砂ブロックの原料を作ります。最近透明樹脂が色々と応用できるので消費量がどんどん増えてしまっています。私の使っている透明樹脂デブコン ET は透明度が高く空気抜けも割といいのでよく使っているのですが、1キロ1万円はなかなかの負担です。1グラム10円ですよ。まあ高級牛肉よりは安いですが、せめて半額くらいのものを探したいものですね。また材料研究をしていきますかね。そういえばメンバーシップの申請が通ったので、今後メンバー限定でそういう研究動画を上げていこうか悩み中です。先ほど台座の時にも使ったガラスパウダーを混ぜていきます。できた材料をシリコン型に入れます。できるだけ空気が入らないよう奥に押し込みつつ砂を入れていきます。硬化したら取り出し。あれ？取れない。あ、離型剤塗るの忘れてました。レジンくらいであれば抜けますが、エポキシ樹脂は食いつきが良すぎてシリコンにもくっついてしまうようです。もったいないですが、シリコン型を壊して取り出すことに。樹脂とシリコンが溶着しているわけではなさそうなので、砂ブロックは傷つけないよう取り出します。くっついてしまっているシリコンはアートナイフで削り取りました。砂ブロック完成。ガラスパウダーを入れたものと入れないものを比較するとこんな感じ。入れたものの方が白っぽく、艶消しになって砂ブロックさが出ています。白くしたいから試しに入れただけなんですが、ここまで良い感じになるとは。
やはり材料研究って面白いですね。作った砂ブロックを台座に接着していきます。砂って何で接着したらいいのかわからなかったので、無難に瞬間接着剤で接着しておきました。台座の縁に貼っていた PP テープも剥がしておきます。砂ブロック、配置完了。ペコちゃんを配置するため、中央部の砂ブロックには、へこみをつけて足から伸びるリブを差し込めるように加工しておきます。次は、型に使ったアクリルブロックを接着します。アクリル接着剤などが市販されていますが、あれ、小松は苦手です。綺麗に接着できたためしがないので、バスコークを使って接着します。バスコークは半透明のシリコンなのですが、接着厚みが薄ければ、そこまで気になりません。また、はみ出した場合は、綿棒で拭い取れば綺麗に取れます。硬化後は、割と接着力も高いので簡単には外れません。UV 硬化性のアクリル接着剤なども買いましたが、個人的には、バスコークが一番使いやすく、綺麗に仕上がると思います。アクリルブロックも接着完了しました。マイクラっぽくなってきましたかね。これでベースは完成。あとは上にペコちゃんとその仲間たちを配置していきます。では今回はここまで。次回いよいよ完成、最終回の予定です。